はい、こんにちは。シェフ、五十嵐の時間です。はい、というわけでですね、今日12月の16日ということで、こんな感じにキッチンもクリスマスっぽくしてみました。ちょっと飾り付け雑ですけど、まあ、雰囲気ちょっと出ましたかね。小さいクリスマスツリーも出してきたし、ちょっとフランスっぽくなったかな。はい。ということで始めていきたいと思います。前回動画でですね、フランスのことについていろいろ喋っていきたいと、語っていきたいということで、このカテゴリーを始めましたけど、今日お話しするトピックはですね、その中でもフランス人の恋人が欲しい、フランス人の彼女が欲しいっていうトピックを喋りたいと思います。なのでですね、今日は男性向け、日本人男性向けの動画になります。もちろん女性の方も見て、もらって結構ですし、見てください。はい。もう日本人女性のためと言いますかね。もう日本人男性の不甲斐なさを露出して分かってもらう、動画かもしれません。もしかしたら。はい。それでは行きたいと思います。まずですね、前回の動画でもお話ししましたけど、フランス人女性はどうなのかと。まず付き合うにしてもですね、その付き合う女性の方がどういう考えなのかとかがわからないと、まあもちろん付き合えないですし、デートにも誘えないですし、というわけで、そこのところですね、まずどういった考えで、どういった生物なのかっていうところを説明したいと思いますけど、まずフランス人女性はわがままだとか、自己中とかいろいろありますけど、それは本当なんですかとか、よくそういう話になりますけど、まあ本当ですよね。わがままで自己中で、めんどくさいこと言い出しますから、間違ってはないですよね。で、まあ間違ってはないんですけど、正確でもないんですよ、それが。僕なりですよ、もちろん。全部これ僕の見解で話してますから、何かフランスのフランス政府から何かこういう伝達が来て、フランス人女性はこうですからとか、そういったものを読んでるわけじゃなくて、僕のシェフ五十嵐の見解で喋ってるだけですから、僕はそうは思わないよっていう方がいられても、まあ、当然ですし、その人それぞれの考えということで受け取って、いただけたらと思います。というわけでですね、フランス人女性はわがままっていうのは正しくなくて、正しい文章を言いますと、フランス人がわがままなんですよ。フランス人男性もわがままなんです。そのわがままの定義といいますか、何をもってわがままをというのかっていうところなんですけど、それやっぱり日本人のこの動画でやってるので、ね、それはやっぱり日本人にとってわがまま、自己中っていうところに行き着くと思います。で、そもそもですね、文化がやっぱり日本とフランスで違うので、その文化の違いでわがままっていうところが出るんじゃないかなと、思いまして、その何が違うかって言いますと、まずフランスの文化はですね、その自分の意見を主張するっていうことはすごく大切なんですよ。それが周りの雰囲気に流されないで、いや、私はこう思うよって、僕はこう思うよっていうのを、言うんです。そこがおそらく日本人にとってわがままに映ってるんじゃないかなと。まず、それだけじゃないですけどね。そこが大きいんじゃないかなと思います。例えばですね、その5人グループで何か出かけてたり、お友達同士でね、出かけてたりして、何食べるとかなった場合とかで、4人が、そのうちの4人がまあ多数派ですね。4人がじゃあどこがいいよね。じゃあ私も好きだからそこ行こうとかなって言っても、そのうちの1人が、私そこ嫌いなんだよねとか。まあその、食べるだけの状況じゃなくてもっと大切な状況でも、5人中でも1人でも自分の意見を言います、そこで。私はそう思わないと。それは嫌だと。言った場合に、そこで
じゃあ何々ちゃんが嫌いだからじゃあ違う方法を探そうみたいな、違うところを探そうっていう風なのが日常的にあるんですよ。そこで嫌な雰囲気とかならないんですよ。もう一人でも嫌だからじゃあしょうがないねとか、周りの人が説得するようなシチュエーションの場合もありますけど、でも最終的にその一人が嫌だからじゃあダメだねっていう、なんかこう自然にそれができる社会というか、自然にできるので言う方も言いやすいんですよ。言ったら悪にならないというか、それが例えば日本だとしたら何一人だけそういうこと言ってるのとか、もしそれが先輩後輩とかの何か上下関係がある中で下の人がそんなことを言ったら、ちょっとこいつ頭おかしいんじゃないのとか、そんなことをなんかなるようななんか空気があるじゃないですか、日本って。なんかそれがないので何でも言うんですっていうところがちょっとわがままに移ってしまうのかなというところと、あとやっぱりレディーファーストの文化なんでね、小さい時からそういう教育を受けるので、男の人は女性に優しくしなきゃいけないっていう文化を受けるので、そういうのが全部混ざると本当もっともっとわがままになっていくんですよ、女性は。でもそれはしょうがない、そういう文化で育ってる人たちなので、女性っていうのはそういうものなんですよ。男性がやっぱりこう女性がわがまま言い始めたらやっぱり優しくしなきゃいけないので、男性が折れるっていうパターンですね。それが当たり前みたいなってるところです。となるとですね、どうやって彼女を作るかとか、どうしたらいいのかっていうところなんですけど、あとはその彼女たちにとってアジア人はどう映ってるのかっていうところなんですけど、まずアジア人はモテないんですよ。で、そのモテない原因がですね、やっぱりフランス人に負けてるっていうところですね。まずルックスで負けてる。よくたまに聞いたりするんですけどね、もしフランス人とか黒人とかアジア人とかいて、どれがいいとかあるとか言うと、大体女の子は私何人とか関係ないからって、その人がどうかっていうのが大切だから中身が大切だとか、そういう大体そういう答えが返ってくるんですけど、嘘ですから、信用しないでください。そんな綺麗事を、みんな言うだけで、じゃあなんでアジア人が持ってないのとかいう話になるじゃないですか。もちろん好き嫌いは人があるので、大体フランス人の方がモテます。フランス人とかヨーロッパ人とかそっちの方がルックス的にもかっこいいですしね、モテますし、あとはよく言われるのが、日本人男性特に、アジア人もそうですけど、日本人男性が特に他のアジア人男性に比べてさらにネガティブなイメージがあるのが、男子力が低いんじゃないかっていうところが懸念されてます。その男子力の低いところ、何かって言いますと、女の子に対しての気遣いを知らないとか、もう本当にそんな、どの口が言ったっていうぐらい、そんなこと言われてしまいますね。女の子の扱い方知らないでしょとか、あんまり日本って男が強い文化だから女の子に対してあんまり優しくないでしょとか、そういうことをよく知ってますよね。なのでどういうことかというと、気遣いですね。こっちで生活してると当たり前になってくるんですけど、男性が女性に気遣うんですよ、本当に。それは自分の彼女なら当然ですし、自分の彼女じゃなくても女の子に対しての気遣いが本当に自然に行われているような感じですね。なんか、大丈夫とか元気とか、それさっきも聞いたじゃんみたいな感じなんですけど、なんかさっきも聞いたのにまた聞くみたいな、気遣ってるんだなって、ありがとうみたいな、女の子もありがとう大丈夫だよみたいな、そんな感じの気遣い。それが自分の彼女になるとですね、もう常に何かデートで出かけたりすると、疲れた大丈夫とか、喉乾いた何か買ってこようかとか、
そうやってなんか外で2人で散歩して、信号が赤になって横断歩道信号待ちのところでこう頭こうやって寄せてあげて頭にチュッてしてあげたりだとか、なんかそういう女の子に対しての自然な気遣いがもう普通にできるんですよ、みんな。なんでですかね。普通に生まれた時からできるわけじゃないですけど、そういう文化で育ってるので、そういうのを見て育ってるので、自分の彼女に対して、そうですね、優しくというか思いやりを持った行動から、あとは言葉ですね。ちゃんと彼女に愛してるよって、いつもジュテームジュテーム、ジュテーム連発してるとまたかよみたいな感じでなりますけど、それでももちろん言わないよりはいいですし、いつも彼女に愛の言葉を、言うっていうのはすごい大切なことだと思いますし、彼女の方もそれで言ってくれて、それを確認して安心するっていう、日本人の女の子もそうじゃないですかね。日本人の男の子はやっぱりいつも愛してる愛してる言わないじゃないですか。そういう文化でもないんで。でもやっぱ女の子にしてみればたまに言ってほしいなとか、それがなんか普通だと思うんですけど、それはフランス人の女の子もそうですよ。いつも言わなくていいけど、たまに言ってくれればいいよって。それがやっぱり日本人男子の男子力の低さがそこにあるんじゃないかなと。っていうのもですね、この話もそうなんですけど、このモンペリエの町に語学学校がいっぱいあってですね、日本から留学生が来るんです。語学留学っていう形で。女の子がほとんどなんですけど、たまたまなんか知り合ったりすると、今度みんなでレストランとか行きませんかみたいな感じで誘われたりするんですけど、それで行ったりもして、誘ってくれてありがとうって行くんですけど、ほとんど日本人との接点がない生活をしてるので、友達とかもいたんですけど、やっぱりそうやって学生とかですね、がほとんどで、そうやって帰っちゃうじゃないですか。何年かしたら日本に帰るか他の国に行っちゃったりとかして、やっぱり日本人の友達定着しないので、日本人の文化とちょっと離れた生活、フランス人ばっかりですね、いつもね。そういう生活をしてるんですけど、そういったたまに日本人のと接点があるというか、日本人のところに入ったりするとちょっとびっくりするようなこともあって、そうやって誘われて、じゃあみんなでレストラン行こうってなって、レストラン予約して、レストランの前で、待ち合わせして、男2、3人、女の子も2、3人とかで。で、レストラン入って、予約した何々ですけどって言って、そうするとサービスの人が、じゃあこちらのテーブルへどうぞって案内してくれて、テーブルに行くと、まずですね、びっくりしたのが、男の子がまずそのテーブルの椅子に先についちゃうんですよ。俺たちここに座っちゃおうみたいな感じで、女の子に聞かないで。それがみたいな、日本ってこうだったっけみたいな感じですよね。なんかみたいな、いいのかなって。で、女の子見ると普通にしてるから、怒ってないって女の子にとってもこれ普通だったっけって。もう日本は本当に書いてないから、忘れちゃって、僕はびっくりしたんですけど、周りはなんかみんな普通で、これフランス人の女の子にいたら大変なことになってたなっていう、怒りはしないんですけど、失望の目で見られますね。まず間違いなくやっぱりな、日本人の男の子だから最初から分かってたけどさみたいな、なんかこの目で絶対見られるなっていう瞬間ですよね。それでびっくりして、女の子たちもじゃあ私たちこっちに座ろうみたいな感じで座ってましたけど、でその後も忙しい一番ピークの時間で予約していったので、サービスの、人がメニューを持ってきてくれるじゃないですか。こちらどうぞどうぞ。で、人数分ないんですよ、やっぱり。忙しいピークの時間なんで。なので、すみません、ちょっと今足りてないんで、メニューの方シェアしてもらってもよろしいですかって、言ってくるんで、もちろんいいですよって言ってシェアするんですけど、
それも男の子がこう何にするみたいな感じで見てるんですよ、こうみんなで。で女の子3人いてメニュー1個でこう真ん中の子がねこう見て、で右と左の子がってこうねシェアしてるんですけど、それでも見れるからいいんですけど、やっぱり一言ね最初に女の子にじゃあこれ先どうぞ見てっていうのがないんだって、それがびっくりしました。本当に久しぶりにそういうのにって。フランス人と行くと普通にまず女の子からじゃあはいどうぞって渡しますから、そうすると女の子の方もじゃあ私たちこれ一つで見れるからいいよ、じゃあこれそっちで見てとか感じでじゃあありがとうってこう見て、そっから初めて男の子が見るような感じっていうレディーファーストがもう当たり前になってるので、その辺の男子力の低さがやっぱりフランス人女性も懸念してるところ、この人と付き合ったら、どうなるんだろうなっていうのがもう見えちゃってるわけですよね、そういうところがね。なのでそういうのもあってアジア人がモテない一部というかになってるんじゃないかなっていうのも、それもあると思います。ルックスだけじゃなくて女の子に対しての男子力の低さっていうのもあると思います。はい、というわけでですね、まずでもその女の子に対してもちろんその男子力で気遣い、女の子に対しての扱いですね、それをもちろん高めていかなきゃいけないですし、あとはフランス人の女の子にとって大切なことですね、もちろんかっこいいっていうのももちろんその気遣いの中に入ってる男子力を高めるっていうところにもルックスを磨いていくっていうのはもちろんありますけど、大切なのは笑わすことです。本当にフランス人女性にとって大切なのは笑わしてくれる男の子、私を楽しませてくれる男の子、やっぱりこれじゃないかなと僕は思います。その女の子に気遣いとかね、ルックスがかっこいいとかいうのはその他の人種とか他の国の人でも大体そんな感じだと思いますけど、フランス人の女の子に、関して言えば大切なのは笑いが取れる、笑わせてくれる面白い男、この人といったら、いつも楽しませてくれる、やっぱりそこですね。となると大切なのは言語力になるわけですよ。フランス語となるわけですよ。フランス語に限らずですね、その女の子の方が英語が上手に喋れて、そして僕らも英語が上手に話せれば、2人でね上手な、2人で英語でコミュニケーションがちゃんとできればそれでもいいですし、もうフランス人の女の子の方がもうすでに日本語が上手に喋れるとかっていうのでも日本語で、コミュニケーションできるからいいんですけど、その笑いを取るっていうか笑わせるぐらいの言語力って結構高い言語力が必要となってくるので、そのねちょうどいいタイミングでズバッとこういうことを言って、そのタイミングでちゃんとねズレもなくそのタイミングでピタッと分かってくれるような言語力の高さが必要となってくるんで、それがちゃんと英語なのか日本語なのかもしくはフランス語なのかでできるかできないかで、だいぶ変わってくると思います。なので言語力ですね、本当にでもできることならフランス人の女の子なので、そのフランス人の女の子の母国語フランス語で、コミュニケーションを取るのが、一番いいんじゃないかなと思います。僕もこれは恋愛とかまた別の話ですけど、フランス語がちゃんと上手に話せるまではフランス人の女の子はめんどくさいなとかわがままなんだろうなってずっと思ってましたけど、実際にフランス語がちゃんと話せるようになってコミュニケーションを取れてからフランス人の女の子とねフランス語で話すと全然めんどくさくないんですよ。逆に何言っても大丈夫と、なんかちょっと小バカにしても
それで笑ってくれるっていうか、なんかバカにしてくれたなぐらいの感じで、そういうのみんな好きなんですよ。なんかこう、からかうっていう、それぐらいの感覚かな。女の子にそんなこと言っていいのかなって、日本人的にはそれぐらいのレベルの何かちょっとひどいこと言って、そんなこと言ってくれるんだみたいな、それぐらいのですね、からかい愛がみんな好きなので、そうするとですね、全然別にフランス人の女の子めんどくさいとかは別にあんまり感じないですね。それはまあ自分にとってはフランス人も日本人の女の子も同じです。別にどっちがめんどくさいとかいうのは僕にとってはないです。まあどっちもめんどくさいですけど、もちろん。でもどっちがっていうのもないですけど、まあ自分の個人的に言うんであれば、フランス人の男の方がめんどくさいです。まあフランス人の男と付き合ったわけじゃないですよ。フランス人の男の彼氏がいたとかそういうんじゃなくて、何かこうね、グループで何かするとか、自分音楽とかやってるんで、オーケストラで何かミーティングがあったりだとか、そうですね、何かどこかで行って何か決め事をするとかいうのも、男の方がめんどくさいですね。なんか頑固というか、子供っぽいというか、女の子の方がやっぱりしっかり知ってるじゃないですか、日本でも。男の方がなんか子供っぽいことを言うっていうのはフランス人も同じで、なんかやっぱりそうですね、特にここ南ですけど、南の男は気難しいんですよ。頑固でめんどくさいというか。はい。というわけでですね、今日はそういったフランス人の、恋人を作る男バージョン、日本人男子バージョンということで、お届けしましたけど、まあちょっと分かりづらいところもあったかなと思いますけど、まあ大体こんな感じです。まず男子力を上げる。それから言語力。フランス語を頑張ってマスターしてください。まあその2点ですね。その2点を頑張ればあなたもフランス人女性をゲットできるかもわからないです。はい。というわけで今日はこの辺で、また次回。